極真会館浜井派の浜井美香です。今日はピンアン2をやっていきます。ピンアン2はピンアン1に比べて急に難しくなっていきます。高度な技が増えてきますね。はい、で、ポイント1はまず今まであった前屈立ち、後屈立ちに加えて騎馬立ちが増えていきます。この3つの立ち方は他の方でもよく出てきますので、ここでマスターしていきましょう。2つ目は上段蹴りが増えることですね。ハイキックです。はい、例えば横蹴りのハイキックだったり前蹴りの蹴りですね。でこれはなかなか足が上がらない人も多いと思いますので、まずは低いところで正確に蹴るっていうことを意識してやるようにしましょう。で3つ目なんですけれども、手と足を同時に動かす技が増えていきます。例えば、裏剣をやりながら横蹴りを蹴るだったり、あと鉄槌を、打ちながら騎馬立ちをやるということですね。意識がですね同時にやると分散されてしまいます。でどっちも中途半端になりやすいので意識をきちんと2つに意識してしながら分散するっていうことをやっていきます。はい、これは今後ピンアン5につながっていきますのでそこを意識してやっていきましょう。押す。ピンアンその2、用意。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、直れ。休め。はい、じゃあピンアン2の解説をしていきます。ピンアン2のまず最初のポイントは号令の1から4ですね。で例えばですけど、この試合や大会でピンアン2が指定の方になった場合、この1から4で上位に行けるかどうかが決まると言っても過言ではないです。私も審判よくやらせていただきましたけれども、その時に選手を見て1から4で大体どれぐらいのレベルかなというのがここで判断されます。でまずは、ポイント2つありますね。1つは手技です。で2つ目は足技です。立ち方ですね。それぞれ説明していきます。では手技からなんですけども、まず最初1ですね。1は引き手からですね。上段上げ受けと中段外受けになります。よくありがちなのはやっぱこの手の位置が上に行ったり下に行ったり、あと横ですね。上段上げ受け勢い余ってやっぱりピッてやった時に行きやすいんですね。勢い余って。だからこの手の位置を正確にやります。上段上げ受けは額の前、中段内受けは肩の高さですね。これを正確にやります。あと手なんですけどこれ引き手の上に手を乗せてます、よく初心者の人がこうなったりとかこうなったりとかなってますけども、引き手の上に手を乗せると、こういうふうに持っていってくださいですね。で次は、ここから持ってきました。その後に、右手ですね。こっちの上段上げ受けの手を下から持ってきて、この左手を耳にかぶせます。そこから鉄槌ですね。はい、
から1、2、この鉄椎もこれね月ではありません。鉄椎ですからそこは気をつけてください。ですから1、2、1、2、正しい場所に置けるように注意しましょう。次は足技ですけれども、足技はまず最初に、最初の立ち方からこっちですね、後屈立ちになります。その時によくありがちなのがこうですね、こっちの後屈立ちの後ろ足が動いてない人が多いです。そうすると見てください、ガニ股になりますね。なので後屈立ちになる時にこのつま先を軸にして回す、足をねこう移動させましょう。でそして、下半身はこっち、横が正面で、体はちょっと斜め45度ですね。こういった状態になります。でその次に後屈から騎馬立ちになります。でここで注意したいのは、後屈立ちと騎馬立ちというのは腰の高さは一緒です。後屈立ちはやっぱり足が辛いので高くなりやすいんですけれども、ここをちゃんと低くして騎馬立ちにつなげましょう。で騎馬立ちはですね、やっぱり他のところでも話しましたが、内股に入りやすいです。特にこの膝で、そうするとかっこ悪いので足をきちんと開いてですね、こう張って、でここに一本線、こうシワがですね一本線できるようにこういうふうに立ちます。でとても難しいのが、これつま先はまっすぐのままで作ります。この立ち方は四股立ちといって、お相撲さんですね、日本の相撲、の立ち方です。今は騎馬立ちですので、つま先をまっすぐにして、ただここは張る、この立ち方、キープしましょう。でこれをですね、先ほども言いましたけど、手をやりながら立ち方を正確にやる、意識を分散させるというのがすごく難しいです。練習の時のポイントとしては、まず手からだけやる、そして足だけ練習する、足だけ何度も練習する、そして最後に、手と足を一緒に練習するといいと思います。はい、次のポイントは、号令の5番です。騎馬立ちから、横蹴りを蹴る場所ですね。騎馬立ちはこっちからですね。こっち正面として騎馬立ちからこういう状態ですね。騎馬立ちからで、ここがかなりかっこ悪くなる人が多いです。やっぱり何が難しいかというと蹴りだと思います。横蹴りのハイキック、とても難しいですね。まずはやっぱりきちんとね側頭を作って蹴るということですね。かっこ悪い人はどうしてもこう足の指が上に行く人、あとは蹴るときに真横じゃなくて前を蹴る人が多いですね。やっぱりこういう状態になる、これは避けたいです。もし足が上がらなかったらまずは低くていいと思います。正確さの方が大事ですので、まず正確にこれぐらいの高さでいいんですよ。帯よりちょっと下ぐらいをこう正確に蹴る、で手は裏剣です、これ結構鉄椎になる人が多いです。だからよくあるのがこのままこういうような蹴り方ですから、真横正確に蹴りながら裏剣ですね。そしてもうワンステップの話をする、上の話をすると、蹴った時に手が離れます。こういう人が多いですね。特にここの引き手、かっこ悪いですよね。これキープしたまま蹴る、そうですね。よくね、ここを動かさないっていうのは大きなポイントです。
この、手と足の意識をきちんと分散して正確にやるということを意識してみてください。はい、次は号令の3から6です。後屈立ちからですね、はい、背頭受けをしながら足をすくって前蹴り逆突きで受けて前蹴り逆突きでもろ手受けですね。でここでよくありがちなのが蹴るときにやっぱ体が斜めになったり前かがみになったりする人が多いです。で悪い例で言うと、ここからね、こうちょっと斜めになってますね、体が。こうやってこれよくあります。ですからまず体はまっすぐのままですね。まっすぐにしたまま、そしてさっきと同じように手を動かさないでください。蹴るときに手もこうやって動きます。手を動かさないで姿勢をまっすぐにする。で、これも最初から高く蹴る必要はありません。まず腰の高さを目指しましょう。こういう練習をね、こう止まってやる。で、前に蹴って、前に蹴って突きですね。で、受けて、これも同じように低くていいです。最初低く蹴ってこうなったりこうなったりしないようにですね、まっすぐ。そしてもろ手受けですね。もろ手受けはこの左側からしっかり受けましょう。ここは結構ピンアン用のポイントになります。映えるところですね。まず体をまっすぐにする、そして腰を浮かせないようにキープしたまま蹴るっていうのを意識してみてください。はい、最後のポイントは号令7から10です。最後ですね、後ろ向いてもろ手受けやってます。もろ手受けから回って下段払い、そして目つき上段上げ受け、下段払いをやって目つき上段上げ受け、この部分です。で、ポイント2つです。1つは、先ほどからも伝えているように足の位置を正確に取るという。2つ目は目つきの手を気をつける。まず足からやりましょう。足ですね。ここから前屈立ちに行くときはこっちの足を右足に前に持ってこないと真横にならないんですよ、体が。よく多いのがこの後ろの足をですね、この前の足と同じぐらいの場所に乗って体こっち向いちゃう人が多いので、足はもっとこっちですね、左の方に持ってきます。そして下段払い。そして次は斜めですから、斜めに向かって、上段上げ。ここも肩幅をキープします。そしてこっちもよく見てください。前の足を後ろ、斜め後ろに持っていって体がこっちに正面。そして次はこっちですね、斜め45度こちらに、向ける。これをきちんと意識してください。やっぱりなぜ肩幅をキープするかというと、やっぱりこの一直線だとバランスすごく悪いですよね。ここ蹴られたら終わりですから、だから肩幅をきちんとキープします。で、次は手ですね。手は受けました。そしてよくこの受けた手で目つきします。受けた手を一回引きます。引いて目をつくですね。下段払いで引いて目をつく。そして上段。同じです。受けた手でを引いて目つきをしてください。よくね、結構混乱する人が多いですね。これで下段払いやってこっちで目ついてる人いますけれども、こっちの手でついてからこの部分を気をつけてください。ピンアンその2、用意。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 、1
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、直れ、休め、ピンアンその2、用意、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、倒れ、休め。はい、これまで、ピンアン2をやってきました。ポイント、最後のねまとめですけれども、1つ目はやはり手技と足技を同時に行う技が増えてきましたよね。ですからこれを正確に同時にやるっていうことを意識していきましょう。2つ目は、立ち方ですね。3つありました。前屈立ち、後屈立ち、騎馬立ち。しかもですね、それが後屈立ちから騎馬立ちになったり、前屈立ちから後屈立ちになったり、一つの流れになっています。この流れをもう一つ一つ正確にできるように腰の高さを変えずにやるということですね。ピンアン3になるとまた高度な技が増えていきます。でピンアン2のうちにやっぱり立ち方をもうしっかりマスターしておいてください。手で難しい技が出てくると足がどんどんおろそかになってきますので、そこを注意していきましょう。じゃあ今日はピンアン2はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。